り解説。映画史に残る超大作。伝説の歴史スペクタクル映画スター。ベスト10。ねえマリサ、最近の映画って CG 技術が本当にすごくて、どんな迫力のある映像でも作れちゃうじゃない？でも、ふと思ったんだけど、そういう技術がなかった大昔の映画って、どうやって壮大なシーンを撮影していたのかしら？おう、レイム、まさに今回のテーマにぴったりな、いい質問なのぜ。今回はな、CG なんて便利なものがなかった時代に、人間の知恵と情熱、そして圧倒的な物量で世界中の観客を驚かせた歴史スペクタクル映画と、その主役を張った伝説のスターたちをランキング形式で紹介していくんだぜ。歴史スペクタクル映画。なんだか響きだけでもうかっこいいわね。物量っていうのは、たくさんの人や物を使ったっていうこと？その通りだぜ。何千人ものエキストラが入り乱れる合戦シーン、実物大で作られた古代都市の巨大なセット、そしてスター自らが挑んだ命がけのアクション、CG じゃない、すべてが本物なんだ。今回はそんな映画人の魂がこもった不朽の名作の中から、特に輝いていたスターをベスト10で発表するぜ。視聴者のみんなが好きなあの人は入ってるかな？楽しみにしててくれよな。第10位。ビクター・マチュアエディラマー・イン・サムソンとデリラ、1949年。栄えある第10位は、1949年公開の映画、サムソンとデリラで主演を務めた、ビクター・マチュアとヘディ・ラマーだぜ。この映画はな、後に実会などを手掛けるスペクタクル映画の巨匠、セシル・B. デミル監督による旧約聖書の世界を映画化した超大作なんだ。この二人の圧倒的な存在感と、度肝を抜く特撮技術が、歴史スペクタクル映画の新たな扉を開いたと言っても過言じゃないのぜ。サムソンとデリラ。名前は聞いたことがあるような気がするわ。旧約聖書のお話なのね。でも、そんなに昔の映画なのに、今見てもすごいってこと？その通りだぜ。まず物語の主役、怪力サムソンを演じたのがビクター・マチュア。彼はその鍛え上げられた肉体で、ライオンを素手で倒したり、1000人の敵をなぎ倒したりする高等無形なシーンに説得力を持たせたんだ。そして、彼を誘惑し、力の秘密である神を奪ってしまう美女デリラを演じたのが、ヘディ・ラマー。完璧な美貌と称された彼女の妖艶な魅力はまさに魔性の女デリラにぴったりで、クジャクの羽をあしらった豪華な衣装はアカデミー賞を受賞するほどだったんだぜ。役者さんの見た目や雰囲気が、物語の説得力につながったのね。イメージが湧いてきたわ。特撮がすごいっていうのは、どんなシーンなの？最大の見どころは、クライマックスの神殿崩壊シーンだな。デリラに裏切られて力を失ったサムソンが、最後の力を振り絞って神殿の柱を破壊するんだが、この迫力が半端じゃない。CG がない時代だから、高さ約10メートルの巨大な神殿のセットと、神様の像を本当に作って、それを実際に破壊して撮影してるんだぜ。もちろん危険だからミニチュアも使ってるんだが、その技術力は当時最高峰でアカデミー賞も受賞した。この本物を壊すというデミル監督の豪快さが、後の映画に大きな影響を与えたんだ。だから、サムソンとデリラは、主演二人のスター性と革新的な映像が融合した、歴史に残るスペクタクル映画なのさ。第9位。カーク・ダグラスイン・スパルタカス、1960年。第9位は、1960年の映画、スパルタカスで主演と制作総指揮を務めたカーク・ダグラスだぜ。これは古代ローマで実際に起きたスパルタカスの反乱を描いた歴史大作で、主演俳優である彼の作品への情熱が、この映画を不朽の名作にしたんだ。主演だけじゃなくて制作総指揮まで、俳優さんが映画作り全体を引っ張っていったってことよね。なんだか、ものすごい熱意を感じるわ。まさにその通りなのぜ。この映画にはカーク・ダグラスの戦いの物語があるんだ。当時ハリウッドでは赤狩りで多くの映画人が仕事を失っていた。この映画の脚本家ダルトン・トランボもその一人だったんだが、ダグラスは巨大な権力に逆らい、完成した映画に彼の本名をクレジットさせた。この勇気ある行動は、
ハリウッドの暗い歴史に風穴を開けるきっかけになったんだぜ。映画作り自体が、ローマに反旗を翻すスパルタカスと重なるドラマだったのさ。映画の外でも戦っていたなんて、そんな背景を知ると、映画の重みが全然違って聞こえるわ。肝心のスケールっていうのは、どんな感じだったの？ああ、戦闘シーンのスケールは圧巻だぜ。撮影はスペインで行われ、なんとエキストラとして本物のスペイン陸軍兵士を8000人も動員したんだ。CG じゃない、8000人の兵士がローマ軍団として行進し、反乱軍と激突する。平原を埋め尽くす人間の迫力は、今見ても鳥肌が立つほどだぜ。そして、この映画を象徴するのが、捕らえられた仲間たちが、私がスパルタカスだ、と次々に名乗り出るシーン。権力への抵抗と人間の尊厳を描いた、映画史に残る名場面なんだ。だから、スパルタカスは、一人のスターの執念が、本物のスペクタクルと魂を揺さぶるドラマを両立させた、伝説の作品なんだぜ。第8位、エリザベス・テイラー、イン、クレオパトラ、1963年。第8位は、映画の歴史上、最もゴージャスでスキャンダラスな超大作と言ってもいいぜ。1963年の映画、クレオパトラで、絶世の美女クレオパトラを演じたエリザベス・テイラーだ。この映画は、主演女優である彼女の存在そのものが、作品の伝説を作り上げたと言える一本なのさ。エリザベス・テイラー、名前は知ってるわ。すごく綺麗な女優さんよね。クレオパトラって、古代エジプトの女王様でしょう？ぴったりな配役ね。ああ、まさに正規の配役だったんだ。彼女はこの役で、史上初めて100万ドルという破格の出演料を受け取った女優になったんだぜ。さらに、彼女が劇中で着こなした衣装はなんと65着。その中には24金の布で作られた豪華なドレスなんかもあって、衣装代だけで当時の金額で約20万ドル。今の価値だと2億円近くかかったと言われている。この衣装代は、一人の俳優のために使われた金額としてはギネス世界記録にも認定されてるんだ。彼女の美しさを最大限に引き出すためなら、制作費に糸目はつけなかったんだぜ。2億円、衣装代だけで、もう想像がつかない世界だわ。でも、それだけお金をかけたってことは、映画のセットもすごかったんでしょうね。もちろんだぜ。この映画で語り草なのが、クレオパトラがローマに入場するシーンだ。巨大なスフィンクスの黄金の出汁に乗って、何千人ものエキストラと鼓敵隊を引き連れてローマの広場に現れるんだが、このセットと衣装、エキストラ、全部が本物なんだ。CG じゃ絶対に表現できない。本物の物量が持つ圧倒的な豪華絢爛さは、見る者の度肝を抜いたんだぜ。さらに、共演したリチャード・バートンと撮影中に恋に落ちて、世界的な大スキャンダルになった。まさに映画の中も外も、エリザベス・テイラーという大スターを中心に世界が回っていたんだ。だから、クレオパトラは、一人の女優の輝きが、映画会社の屋台骨を揺るがすほどの伝説的なスペクタクルを生み出した、唯一無二の作品なんだぜ。第7位、ウィリアム・ホールデン、イン、戦場にかける橋、1957年。豪華絢爛なクレオパトラの世界、すごかったわ。次はどんな映画なのかしら。またセットが豪華な映画なのかな？いや、次は豪華さとは真逆だぜ。第7位は、人間の狂気と執念が作り上げた、行き詰まるような緊張感のスペクタクル。1957年の映画、戦場にかける橋で、観客の視点となる重要な役を演じたウィリアム・ホールデンだ。この映画はアカデミー作品賞も受賞した歴史的名作で、作り手の本物へのこだわりが、もはや狂気のレベルなんだぜ。戦場にかける橋、戦争映画なのね。スペクタクルって言うと、派手な戦闘シーンを想像しちゃうけど、この映画は違うの？ああ、もちろん戦闘もあるが、この映画の本当の凄さはそこじゃないんだ。舞台は第二次大戦中の日本軍捕虜収容所。そこで捕虜の誇りを守るため、完璧な橋を架けることに没頭していくイギリス軍のニコルソン大佐と、彼を冷めた目で見つつも、一度は脱走し、そして橋を爆破する任務のために再び地獄に戻ってくるアメリカ兵士アーズ。
この二人を中心に物語は進むんだ。この現実主義者のシアーズを演じたのがウィリアム・ホールデンなんだぜ。彼の目を通して、観客はニコルソン大佐の行動がどれだけ狂っているかを知ることになる。これは、人間の心理を描いた究極のドラマでもあるんだ。捕虜なのに、敵のために完璧な橋を架けるなんて、なんだかとても皮肉なお話ね。それで、マリサが言ってた本物へのこだわりっていうのは、具体的にどんなことだったの？クライマックスの橋の爆破シーン、これに全てが詰まってるぜ。監督のデビッド・リーンは、本物の木造橋をスリランカのジャングルに数ヶ月かけて建設させたんだ。そして、実際に使われなくなった本物の蒸気機関車を調達してきて、その橋の上を走らせ、ダイナマイトで列車ごと本当に爆破したんだぜ。もちろん撮影は一発勝負。失敗は許されないから、複数のカメラを回して、爆破の瞬間を完璧にフィルムに収めたんだ。このシーンの迫力とリアリティは、どんな CG でも再現不可能な、映画人の執念の結晶なのさ。だから、戦場に架ける橋は、壮絶な人間ドラマと、本物だけが持つ究極のスペクタクルが融合した、唯一無二の傑作なんだぜ。第6位、オマーシャリフ、イン、ドクトル、ジバゴ、1965年。本物の列車を爆破するなんて、本当に狂気のこだわりだったわね。第6位は、もう少し心穏やかに見られる映画だと嬉しいんだけどな。おう、ある意味では穏やかだが、描かれる時代は激しいぜ。第6位は、1965年の映画、ドクトル・ジバゴで、激動の時代に翻弄される主人公を演じたオマー・シャリフだ。本作はロシア革命という歴史の大波を背景に、一人の男の壮絶な愛と人生を描いた大河ロマン。戦闘シーンより、息を飲むほどの映像美で見せる、芸術的なスペクタクル映画なんだぜ。ドクトル・ジバゴ、あの有名なテーマ曲の映画よね。ロシア革命が舞台で、愛と人生を描く、すごく壮大で、切ないお話みたいね。その通り、監督は7位と同じデビッド・リーンで、彼の真骨頂は壮大な自然風景と人間のドラマを融合させた映像美にあるんだ。例えば、主人公たちが暮らす田舎の家が冬には全体が氷と雪で覆われ、まるで氷の宮殿になるシーンがある。あれは夏のスペインに建てた巨大なセットに、溶かしたろうや大理石の粉を振りかけて人工的に作り出した芸術品なんだぜ。他にも、果てしない雪原を走る蒸気機関車や、一面の水仙の花畑のシーンは、一枚の絵画のような美しさなんだ。あの有名な氷のお城みたいなのがセットだったの。本物の自然じゃなくて、人間の手で作り出した美しさだったなんて、信じられないわ。そうだろ？そして、その美しくも厳しい世界観の中心に立つのが、オマー・シャリフ演じるジバゴなんだ。彼の憂いを帯びた知的な雰囲気が、革命に心を痛め、二人の女性の間で揺れ動く意志であり詩人でもあるジバゴの苦悩と繊細さを完璧に表現した。観客は彼の視点を通して、歴史に翻弄される個人の無力さと、それでも失われない愛の尊さを体験するんだぜ。だから、ドクトル・ジバゴは、歴史の悲劇を、切なくも美しい映像史として昇華させた、叙情史的スペクタクルの名作なのさ。第5位、グレゴリー・ペック、イン、ナバロンの要塞、1961年。芸術的なスペクタクルも素敵だったわ。いよいよベスト5ね。次はどんなスターが登場するのかしら？ワクワクするわ。おう、ここからはレジェンド中のレジェンドが登場するぜ。第5位は、1961年の映画、ナバロンの要塞で、特殊部隊のリーダーを演じたグレゴリー・ペックだ。この映画は第二次世界大戦を舞台にした戦争アクションの金字塔で、手に汗握るサスペンスと、男たちのドラマ、そして度肝を抜く大迫力の特撮が見事に融合した、エンターテイメントスペクタクルの最高峰なんだぜ。ナバロンの要塞、なんだか名前からして強そうね。戦争アクションってことは、ハラハラドキドキする展開が多そうね。その通りだぜ。物語は、イギリス軍の救援ルートを脅かす、エーゲ海に浮かぶナバロン島が舞台だ。この島は断崖絶壁に守られ、
内部には巨大な大砲が2門設置された難攻不落の要塞なんだ。この要塞を破壊するため、登山家や爆破のプロなど、特殊技能を持つエキスパートたちが集められ、決死の潜入作戦に挑むんだぜ。そのチームを率いるのが、グレゴリー・ペック演じる登山家のマロリー隊員なんだ。彼は誠実で知的なイメージのスターだが、この役では非常な決断も下す、タフで頼れるリーダーを見事に演じているんだ。エキスパートが集まって、難攻不落の要塞に潜入するなんて、なんだかスパイ映画みたいで面白そう。本物のセットへのこだわりもすごかったのかしら？ああ、この映画のスペクタクルを支えているのが、ギリシャのロドス島で行われた大規模なロケーション撮影だ。特に、舞台が嵐の海を乗り越え、高さ120メートルもある本物の断崖絶壁をよじ登るシーンは圧巻だぜ。スタントマンも使っているが、グレゴリー・ペックをはじめ、俳優たち自身もかなり危険な撮影に挑んでいるんだ。そしてクライマックス、要塞内部に潜入して巨大な大砲を爆破するシーンの迫力は凄まじい。実物大で作られた砲台のセットが、大爆発とともに崩れ落ちていくんだ。ミニチュア特撮も巧みに使われているんだが、そのリアルさは今見ても全く色褪せないぜ。だから、ナバロンの要塞は、オールスターキャストによる人間ドラマと、本物のロケーション、そして模型とは思えない精密な特撮技術が一体となった、冒険スペクタクル映画のお手本のような作品なのさ。第4位、ユルブリンナー、イン、実会、1956年。いよいよ第4位ね。ここまでもすごかったけど、トップ3に迫る順位だから、もっとすごいスターが出てくるのかしら？ああ、もはや神話レベルの映画とスターだぜ。第4位は、1956年の映画、実会で、エジプトの王ファラオラムセス2世を演じたユル・ブリンナーだ。この映画は聖書スペクタクルの頂点に立つ作品で、主役であるモーセを演じたチャールトン・ヘストンに全く引けを取らない、むしろ凌駕するほどの彼の圧倒的な存在感が、この映画を不滅のものにしたんだぜ。実会、モーセが海を割るお話よね。でも、主役はモーセなのに、そのライバル役の人がランクインするってこと？それってすごくない？まさにそこがポイントなんだ。ユル・ブリンナーが演じたラムセスは、ただの悪役じゃない。モーセと共に王子として育てられた兄弟であり、最大のライバルなんだ。彼のスキンヘッドに鋭い眼光、威厳に満ちた立ち振る舞いは、一度見たら忘れられないほどのインパクトがある。神の言葉を伝えるモーセに対して、人間としての絶大な権力と誇りで対抗する。この二人の対立構造があったからこそ、3時間40分という長尺の物語に凄まじい緊張感が生まれたんだ。彼のカリスマ性は、主役を食うほどの輝きを放っていたのさ。主役とライバルの両方が魅力的だからこそ、物語が盛り上がるのね。スペクタクルっていう点では、やっぱりセットとかがすごかったの？ああ、何もかもが規格外だぜ。監督は10位のサムソンとデリラと同じセシル・ビー・デミルだが、この作品が彼の遺作にして集大成。エジプトで大規模なロケを敢行し、奴隷たちが巨大な都市を建設するシーンでは、1万人以上のエキストラと、1万頭以上の家畜を動員したと言われている。そして、この映画を伝説にしたのが、誰もが知る航海が割れるシーンだ。もちろん CG なんてない時代。巨大な U 字型の水槽に大量の水を流し込み、それを逆回転で撮影することで、水が壁のようにせり上がっていく映像を作り出したんだ。さらに特殊なゼラチンで波の泡を表現したりと、考えうる限りのアナログな特撮技術を結集させて、あの神の奇跡を映像化したんだぜ。だから、実会は、ユル・ブリンナーというスターの意向と、デミル監督の狂気とも言える映画作りの執念が生み出した、スペクタクル映画史に燦然と輝く金字塔なのさ。第3位、ピーター・オトゥール、イン、アラビアのロレンス、1962年。ついにトップ3ね。第4位が神話レベルだったから、これ以上があるなんて信じられないわ。一体どんな映画なの？ああ、ここからは映画という芸術が到達した一つの極地だぜ。第3位は、1962年に公開されたアラビアのロレンスで、
実在したイギリスの軍人 T.E. ロレンスを演じたピーター・オプールだ。この映画は、もはやスペクタクルという言葉だけでは語れない。広大な砂漠を舞台にした、壮大で美しい映像詩なんだぜ。映像詩、なんだかすごく芸術的な響きね。でも、派手な戦闘や巨大なセットとはまた違う魅力があるってことかしら？その通りだ。監督はまたしてもデビッド・リーンなんだが、彼がこの映画で使ったのは 70mm という超巨大なフィルムなんだ。これによって、スクリーンに映し出される砂漠の広大さ、空気感、太陽の光といったものが、観客を包み込むように体験できる。そして、その広大な砂漠にたった一人立つ、青い瞳を持つ男。それが、当時ほぼ無名だったピーター・オプール演じるロレンスなんだ。彼の存在が、この美しくも過酷な砂漠と対峙することで、物語に人間的な深みを与えているんだぜ。砂漠そのものが主役みたいな映画なのね。俳優さんは無名だったのに、そんな大作の主役に選ばれるなんてすごいわね。まさに大抜擢だったんだ。この映画には伝説的なシーンがいくつもある。ロレンスがマッチの火を吹き消した瞬間、地平線から太陽が昇る広大な砂漠の景色に切り替わるマッチカットは、映画史上最も美しいカットの一つと言われている。他にも、砂漠の地平線に現れた黒い点が、3分以上かけてゆっくりとラクダに乗った人影になって近づいてくるシーンがあるんだが、その本物の距離感が生み出す緊張感は、CG では絶対に再現できない。ピーター・オプールは、英雄のようでいて、どこか危うくて謎めいたロレンスという人物を、その鮮烈な青い瞳で完璧に演じきった。だから、アラビアのロレンスは、一人のスターを誕生させると同時に、映画館でしか味わえない究極の映像体験を創造した。まさに映画の奇跡と呼ぶべき作品なんだぜ。第2位、チャールトン・ヘストン、イン、ベンハー、1959年。映画の奇跡だった第3位を超えてくるなんて、いよいよ第2位ね。一体どんな映画とスターが登場するの？もう心臓が持たないわ。落ち着けレイム。だが、その興奮も無理はないぜ。第2位は、歴史スペクタクル映画というジャンルの、まさに王様。1959年の映画、ベンハーで、波乱万丈の生涯を送る主人公ユダ・ベンハーを演じきった、チャールトン・ヘストンだ。この映画は、アカデミー賞で作品賞をはじめ、史上最多の11部門を受賞した不滅の金字塔。その中心には、常にこのスターがいたんだぜ。チャールトン・ヘストン。実会でモーセを演じていた人よね。アカデミー賞11部門って、すごすぎるわ。スペクタクル映画の王様っていうのは、どういうこと？まず、制作費もエキストラの数も、セットの規模も、何もかもが当時としては前代未聞だったんだ。ローマの巨大な撮影所に、エルサレムの市街地や巨大な競技場を丸ごと建設した。衣装は10万着以上、小道具は100万点以上。この映画を撮るためだけに、一つの都市を作ったようなものだぜ。物語は、ローマ帝国時代、ユダヤの豪族の息子だったベンハーが、親友の裏切りによって奴隷にされ、そこから壮絶な復讐を誓うというもの。チャールトン・ヘストンは、その誇り高い貴族から、絶望の淵に突き落とされた奴隷、そして復讐の鬼と化す男まで、一人の人間の壮絶な人生を見事に体現したんだ。一つの都市を作るなんて、スケールが大きすぎて想像もつかないわ。一番の見どころは、やっぱり復讐のシーンなの？ああ、その通りだ。この映画の全てが凝縮されているのが、クライマックスの戦車競争のシーンだ。これは映画史に永遠に刻まれる、CG なしで撮影されたアクションシーンの頂点だぜ。撮影には1年以上の準備期間をかけ、78頭もの馬を訓練し、俳優たちも実際に戦車の操縦をマスターした。約1万5千人のエキストラで埋め尽くされた巨大な競技場で、4頭立ての戦車が猛スピードで激突し、疾走するんだ。スタントマンが大怪我をする事故も起きたほど、危険と隣り合わせの撮影だったが、そのおかげで生まれた本物の迫力は、今見ても全身が震えるほどだ。だから、ベンハーは、復讐と許しという壮大な人間ドラマを、映画史上最も有名なスペクタクルシーンと共に描き切った。
まさに王者の風格を持つ作品なのさ。第1位、クラーク・ゲーブルビビアン・リー、イン、風と共に去りぬ、1939年。ベンハーが2位なんて、じゃあ、このランキングの頂点に立つ、最高の歴史スペクタクル映画とスターは、一体誰とどの作品なの？ああ、ついに発表の時が来たな。数々の名作を抑え、栄光の第一位に輝いたのは、1939年公開、映画史に燦然と輝く不滅の最高傑作、風と共に去りぬで主演を務めた、クラーク・ゲーブルとビビアン・リーだ。この映画は、もはや一つのジャンルでは語れない。スペクタクル、ロマンス、ドラマ、その全てを飲み込んだ。まさに映画の神様が作ったような作品なんだぜ。風と共に去りぬ。やっぱりこの映画だったのね。でも、1939年って、今までの映画の中でも一番古いわよね。なぜそんな昔の映画が今でも頂点なの？いい質問だぜ。この映画の凄さは、アメリカの南北戦争という激動の時代を、スカーレット・オハラという一人の女性の視点から壮大なスケールで描き切ったことにある。そして、それを可能にしたのがハリウッドの黄金期が生んだ二人の伝説的スターだ。気高く奔放な令嬢スカーレットを演じた新人ビビアン・リーの気迫。そして、ニヒルで魅力的なレッド・バトラーを演じたキング・クラーク・ゲーブル。この二人の化学反応が、映画史に残る最高のラブストーリーを生み出したんだ。一人の女性の人生を通して、戦争という大きな歴史を描いたのね。スケールの大きいスペクタクルシーンもあったのかしら？もちろんだ。特に有名なのが、アトランタの街が炎上するシーン。これは撮影所の巨大なセットを実際に燃やして撮影したんだ。CG のない時代に、本物の炎が夜空を焦がす光景は、観客に戦争の恐ろしさをリアルに突きつけた。また、負傷兵たちが駅の広場に延々と横たわるシーンは、戦争の悲惨さを見事に表現している。だが、この映画が頂点たるゆえんは、そんなスペクタクル以上に、激動の時代を生き抜く人間の情熱を描き切ったことにある。だからこそ、風と共に去りぬは、後世のすべての映画に影響を与え、今なお人々を魅了し続ける、永遠のナンバーワン作品なのさ。総評またはまとめ。いやー、本当にすごかったわね。今日のランキングは、ただの映画紹介じゃなかったわ。CG に頼らなくても、人間の情熱と本物のスターの輝きがあれば、こんなにも心を揺さぶる作品が作れるなんて、昔の映画監督や俳優さんたちの、画面越しに伝わってくる魂に、なんだか感動しちゃった。ああ、まさに魂の結晶だぜ。今回紹介した作品に共通するのは、作り手の狂気にも似た執念と、スクリーンを支配するスターの圧倒的なカリスマ性だ。彼らが築き上げたこの礎があったからこそ、今の華やかな映画の世界があるんだぜ。映画は時代を超える芸術なんだ。みんなの心の中に輝く最高のスペクタクル映画と伝説のスターがいたら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。というわけで、今回の解説はここまでだ。面白かったらチャンネル登録と高評価、よろしくなんだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。